で、この2点でね、左手離しても大丈夫な状態を作る。左手自由だよね、かなり自由。今からでも遅くないベースレッスン講師の大沢です。お世話になります。今日はウッドベース弾いていきたいと思います。いつも僕の背中のところで飾りかのように置いてあったこのウッドベースですね。昼間なんでね、時間あったんですよ。よかったですね。昼間の時間帯、真っ昼間お昼ぐらいの時間帯にね、時間ないとね、これやってらんないんですよ。本当にね。今何時 ?3 時。3時ギリギリだ。そう、近所迷惑になっちゃう人って言えばね、例えばね、ウッドベース買ってもね、家で弾けないでスタジオ行くかっつったらね、スタジオ行くのも最近出かけるのもちょっとはばかられるみたいなね、感じの方いらっしゃるじゃないですか。ね、そういう方ね、エレクトリックアップライトベースをおすすめしますよ。ヤマハから出る SLB200 とか100とかね。あとはアルトアイロとかアリアとかいろいろあるんですけど、それをね、おすすめしますね。例えばさ、それで慣れて、実機、こっちにね、本物って言ったらいいかな、これね。こっちに、移行するっていうのも全然ありだし、あとは、もう本当は家ではエレクトリックアップライトを弾いてて、で、ジャムセッションの場に行ってセッションホストが持ってるウッドベース、それ貸してもらうっていうのもありだよね。最近のエレクトリックエレクトリック、アップライトでいいや、もう言えねえこれ。もうアップライトベースってね、結構ね、精度が良くって、ウッドベースに結構近く作られてたりもするのも、ものによるんだけどね。アリアのさ、このボディが全然ないやつあるじゃない。あれはね、ちょっと移行するの難しいかもしれないんだけど、例えばヤマハの SLB ね、本物を模した形になってると。ね。なのでそういうものをね、選べば、ちゃんとね、移行できるんだよね。家で練習してて全然フィーリングが違うと。ね。でも全然フィーリングが違うっていうのはね、ウッドベース同士でもあることなのね。だから自分の楽器を持っていかない限りは絶対違うのね。例えばピアノの人ね、ピアノって自分持ってかないじゃない。ね、コンサートホールのタッチ全然違う。だから世界的に有名なピアニストは自分のピアノを持っていくわけを空輸したりとかしてさ、それもう何百万もかけて、そうじゃないとフィーリングが変わっちゃうしさ、で、調律師さんも連れていくじゃない、自分の調律師。そうじゃないとフィーリング変わっちゃうじゃん、全然変わっちゃうじゃん。っていうのがあるんだけど、ウッドベースでさ、セッションなんか行ったりすると、みんながみんな自分の楽器持ってきて、そしたら邪魔じゃん、ね、邪魔だよね。なので、みんながこのホストさんの、借りたりするわけだよ。で、ピアノも一緒だよね。ピアノさ、いちいちさ、ジャズ喫茶に持ってくやついないよね。だからね、フィーリングが違うんですよ。もう全然違う。ウッドベース同士でも違うので、エレクトリックアップライトを家で、それで慣れて、で、やっぱね、違いますねってなるんですけど、それはね、個体差。ね、ウッドベースとウッドベースの差と同じぐらいなものだと思ってください。むしろね、エレクトリックアップライトを、その現場に持ってったっていいわけなんだよね。それが邪道かってね、言う人いるんだよ。堅苦しい人いるんだけど、そんなもんね、邪道じゃないから全然大丈夫。ジャズっていうのはどんどんね、1930年代ぐらいからさ、ずっとどんどん進化を続けてきて新しくなっていったわけよ。だからさ、その人はさ、マイルスを否定するのかって言ったらしないでしょ。マイルス・デイビスっていうのはさ、エレクトリックバンドとか組んでるわけだよね。エレクトリックベースでさ、で、自分にはエフェクターかけたりとかさ、するわけよ。こうシンセサイザーでブーって、その人はもう、マイルス・デイビスのことを否定するのかって言ったら、もうそうじゃないでしょ。そしたらさ、だから新しい、このエレクトリックアップライトをね、持っていっていいわけよ、現場にね。何こんな熱くなってんだ。なので、エレクトリックアップライト、そのマンションとかアパートとか、あと近隣がね、ちょうど隣接しているとか、そういう人はエレクトリックアップライトで、アンプにつなげて、それからヘッドホンにつなげて練習するっていうのも全然あり。ね。むしろそれを本番で使うってのも全然あり。でも、ウッドベース本物を変えてね、家で弾ける人はね、これは幸せだよね。こっから音が出るからね。アップライトと違ってさ、こっから出るからさ、こっから聞こえるんだもん、ヘッドホンじゃなくて、スピーカーからじゃなくて。ね。でも、結局のところ現場に行ったらライブなんかにすると、やっぱアンプ使うわけじゃんか。すんごいちっちゃい箱あったら別よ。でもほとんどの場合、アンプを使うので、同じだよ。ね。結局本番になっちゃえば同じだよ。っていうことで、僕はアップライトベースをおすすめます。特にね、ヤマハの SLB200。あれは、このね、フォルム、ね、移行しやすいフォルムになってるの、SLB っていうのね。SLB100 になると、この、
下までのシェイプを模した形になってるんで、まあ持ち運びちょっと大変になってくるんだけど、特に膝使いたい人ね、立ってこうやって構えた時に膝使いたい人なんかは特にその200の方ね、いいかもしれない。うん。でも僕は200なんだよね。200ってここしかない。ここ。うん。とってもいいと思う。だから、本物、じゃあ構え方ね。今日何するかっていうと、構え方と右手の使い方やっていこうかなと思うんです。左手まではちょっとできないかな。動画長くなっちゃうんで、僕喋りが長いんでね。じゃあ、構え方、早速いってみましょうね。多くの人がね、こうしてるかなと思うんですよ。コントラバスとして、クラシック弾いてる人とか、吹奏楽弾いてる人とか、まあ別なんだけども、ジャズとかポップスやる人で多くの人がね、こうやって構えているのね。楽器のこの部分ね、このシェイプの部分を左足の付け根にこうやって当てる。楽器半歩前に置いて、こうやって当てる。ね、45度に当てる。自分のこの内股。左足の付け根に対して45度当てる。まあこういう角度で当てるんだよ。で、膝のこの内側ね、膝の内側も同じシェイプこの状の下のあたりにこう当てて、で、この2点でね、左手離しても大丈夫な状態を作る。左手自由だよね、かなり自由。だってこうやって離したってこうやって大丈夫ね、こうやって。まあジャズの人に多いかもしれない。例えば、修光一さんなんかはこうかな。DVD かなんかで言ってた。昔見てた。で、その中でね、この仲のいい友達と肩を組んでるような、そんな感じの斜め具合ですって言ってたね。だから真横じゃないんだよって。真横、ダメだこれ真横。斜め。いやーし。その友達との関係にもよるんだけどね、よくわかんないけど、まあでも斜めです。ね。斜め。あんたが思ってるように斜め。真横じゃないですよ。あともう一種類がね、膝使わないってパターン。肩幅に足、もうあらかじめあらかじめ開いておいて、で、ここのシェイプ、ここの部分を、さっき言ってたこの、お股の内側じゃない。左足の付け根につける。ね。で、自分の方向に寄りかからせるみたいな楽器をね。で、それで、これって、この状態離すと、こっちに行っちゃうの、こうやって。こうやってブラーンって。ブラーンって行っちゃうの。でもこれで OK なのね。こういう構え方もある。楽器を押さえるときに、弦を押さえるときに、こっち側にこうやって引っ張って押さえるんだけど、これで安定するようになってる。僕は結構こっちが多いかな。まあいろんな構え方あります。で、僕が一番ね、おすすめしてるのはね、これ腰痛くなるんですよ、立ちっぱなしって。ね。で、しかも安定しなくなってくるとすごい疲れる。膝も痛くなるんだよ。結構さ、これ、まあ支えてるのこれ軽いんだけど、別に。軽いんだけど、やっぱ長時間やってるとね、疲れてくるんで、椅子使って、左足がね、こう上げられる、足置きがついてるやつね。例えば指揮者の椅子とかね、なんかバス椅子とかね、検索してもらえば出てくるんで、いいかなと思うんだけど、そうするとね、この膝の内側、太ももの内側を使えるわけ。太ももの内側で、この楽器を全部支えてあげる。楽器の背面をね、ももの内側でこうやって支えてあげると。まあ、自由だね、これね。とっても自由なんですよ。で、ただ一つね、これこだわる人に言わせてみればね、この背面。ここが振動することによって音が出るんですよ。この楽器ってね。まあ、ここ以外にも他のところも振動して音が出るんですけど、これが太ももの内側に触れることによって振動が止まっちゃうっていうのを気にする方がいる。でもね、気にしなくていいと思うんですよ。それよりも、プレイアビリティ、ね、演奏のしやすさを取ったと。僕はこういうふうにやっているわけ。僕のね、この長い言い訳ですよ、これ。例えば、ブライアン・ブロンバーグ。あとは、スタンリー・クラーク。あと、マーク・ジョンソン。初期のマーク・ジョンソン。なんかね、この3人なんかは、椅子を使ってやってるんですね。他にもね、すごく有名な方で椅子使ってやってるし、ね、バス用の椅子っていうのも売ってるし、あとね、オーケストラ。ね、オーケストラなんかの人は、まあ、6人、7人いるわけじゃないですか。6人、7人がね、椅子に座ってね、バス弾いてるっていうのによく見ますよ。なのでね、あんまりね、こだわんない方がいいと思うよ。ね、それよりね、弾きやすさだよ。弾きやすさに関して言えば、原稿が高い方が、全然いい音が出るんだけど、でも原稿高いと弾きにくいじゃん。だからね、僕はね、すごく低くしてる。だってさ、すげえ超一流のプロフェッショナルになりたいとか、そういう話じゃないんでしょね。はい。まあ、そういう人もいるか。で、構え方ね、OK ね。その3つ、僕はその3つを推奨します。自分に合ったスタイル見つけてもらえればいいかなと思います。でもね、身長低い人、コントラバスの足をさ、一番下まで下げて、もう立ってギリギリみたいな。立ってギリギリです、見てください、先生みたいなね。こういう人はちょっと椅子使うと、椅子はまあ低くなっちゃうじゃないですか。まあ両足ともこうやって浮いてれば高くなるけど、まあそれって不安定だし怖いよね。なんで低くなっちゃうんで、まあそういう人はさすがにちょっと立って弾かないといけないかなとは思います。